こんにちは。ありがとうございます。U&I やりたかったです。私も楽しそうなエクササイズなさっててThe story that's called me 私という物語。私の U&I は家族から始まりました。わがままで暴力的な父と、日々心身ともにボロボロになりながら奮闘する母、無骨多頭症ハンター症候群という難病を抱えた弟と私の4人家族でした。果たして普通とは何であるかはさておき、私は幼少期自分の家庭が普通でないとは考えたことが一度もありませんでした。お母さんというのはお母さんという生き物だと思っていたし、弟というのはお母さんといつも入院しているものだと思っていました。幼少期の私は子供であるがゆえに守りたいものを守る術がなく、母に向かって椅子を振り上げる父に泣いてすがることで精一杯。病気のせいで知的身体的ともに後退していく弟を心から愛することで精一杯でした。私が小学校3年生になった年、弟の健二が新入学生となりました。当時同じ学校の普通学級と特殊学級に兄弟が一緒に通うという前例がなくて、それはいろいろなリスクを考慮すると普通ではほぼ考えられないことだったようです。そんな大人たちの配慮があったとは知らずに、子供だった私は絶対に健二と同じ学校に行きたいと言い張ったのを覚えています。普通一般的という概念から外れるということは特別であるということです。私はこの時から個性という言葉を大切にするようになりました。そんな中、健二の病名が発覚して余命宣告がなされました。次第に歩けなくなり、話せなくなり、寝たきりになり、自発呼吸ができなくなり、やがて数年後には命がなくなるでしょう。ただ一つだけ寿命を延ばせるかもしれない方法があります。骨髄移植ですと私たち家族は医師から告げられました。血液には型というものがあり、移植対象者とドナーの血液の型が一致しないと拒絶反応が起こるため施術ができません。極力拒絶反応の起こらないような型のぴったりと合うドナーを見つけるというのはなかなか困難なことで、健二の周りで唯一最適のドナーとなれる可能性があったのは私だけでした。そして幸運にも私たち兄弟の血液の型はぴったりと一致しました。9歳だった私に母は最終的に手術を受けるかどうかという判断を委ねました。病気だった弟だけではなくて、健康な私の命までも危険にさらすようで、母の中ではそういった意味での戸惑いもあったようですが、当事者の私は絶対に自分が健二を守ってみせるという気持ちで燃えていました。小学生になってもなお大切なもの、家族を守る術を見つけられずにもどかしくてどうしようもなく思っていた私が初めて託されたのは、弟の命を救うために自分の命を懸けたミッションでした。そしてそれは同時に健二が私自身が自分の価値を認めるチャンスというのをくれたのかもしれないと私は思っています。そして、ドナーになることを決断した私は事前に入院することになりまして、そこで、病室を共にしたのはそれぞれが重い病気を抱えた女の子たちでした。私の左向かいのベッドだった女の子は小学校2年生、私の一つ年下だったんですけれども、私と同じ小学校3年生の国語の教科書を広げて勉強していました。まだ2年生なのになんで3年生の勉強してるのと聞くと、またいつ具合が悪くなって勉強できなくなっちゃうか分かんないから、できるうちにやっておかないとついていけなくなっちゃうんだよねと言っていました。私はその時ただただ偉いなと思うばかりでした。後にその子が3年生になることはなかったと知って、それまで当たり前だと思っていた小学校2年生が翌年になれば小学校3年生になるということ、そんな当たり前のことが本当は当たり前ではないということを知って、それまで私の中にあったその概念は根本から覆されました。
毎日学校に行けることや好きなものを食べられること、外で遊べることや毎日自分のベッドで眠れること、改めて考えたこともない何気ない日常も本当は当たり前ではなくて与えられた幸せなのだということを目の当たりにしました。せっかく与えてもらった健康体、私にしかできない生き方をしないともったいないと考え始めたのもこの時の入院がきっかけです。私の今の生き方を決めた運命の経験でした。手術を終えて背中に開いた6つの穴の痛みよりも大きな達成感と、これで賢治が助かるという安堵の気持ちを胸に未来への道をがむしゃらに歩き始めました。そうして私が出会い魅了されたのがミュージカルでした。そもそも私とミュージカルを引き合わせたのは母でした。そしてなぜ母が私にミュージカルを与えたのかというきっかけとなった話は、私がまだ2歳だった頃に遡ります。10歳10ヶ月を超えた頃からおしゃべりが大好きな赤ちゃんだった私は、2歳の頃にドハマりしたものがあります。実写吹き替え版の不思議の国のアリスでした。2時間少々の映画ですが、ビデオテープが擦り切れるほど、文字通り擦り切れるほど当時は何度も鑑賞して、アリスのセリフを丸暗記、どこへ行ってもアリスになりきりで一日中セリフを話していたそうです。その時の記憶を鍵にお芝居ありき音楽ありきのミュージカルを優香に与えてみようと母は考えたようです。こちらの絵画ですけれども、弟の賢治の絵です。作品です。絵画の世界と弟を引き合わせたのも母でした。何でもポイッと投げてしまう癖があった賢治に、絵の具をたっぷり含んだ筆を持たせて和紙を目の前に広げました。そして重なり合った色は調和し、何とも言えない幻想的な芸術作品となりました。描き始めた当初から比べて格段に知的にも身体的にも衰えた賢治は、今では歩くことも話すこともできなくなり、24時間介護が必要な身となってからもう何年もの時が経過しています。それでも彼は手を使い指を使い、立派な画家として私たちに夢や希望やそして癒しを与え続けてくれています。そうしてミュージカルと出会った私は、そこでソプラノ歌手の恩師と出会いました。歌唱指導してくれた先生はとても魅力的で、まだ早すぎるとおっしゃる先生に頼み込んで弟子入りをさせていただきました。まだそのぐらいの年ですと、10歳9歳ですと声帯が成長しきっていないということがありまして、通常若くてもその年では恩師は生徒は取っていなかったんですね。それで私が唯一恩師の講師人生の中で、本格的にその年で声楽を習い始めたというただ一人の生徒だったようです。そんな恩師も今年に入って亡くなりました。先生と出会っていなければ今の私はいませんでした。運命とも奇跡とも言える先生との出会いを胸に、本格的にミュージカルを勉強すべく高校生になった私は、イギリスの芸術学校への受験を決断しました。そしてそのミュージカル科に合格が決まったちょうどその頃、両親の離婚が決まりました。父からの親権放棄などもあった現実の中で、私が実際に投影できたのは母をはじめ母方の祖父母と弟、家族みんなからの応援と支援があったからです。当時何の保証もない自分の未来のために、母に弟の介護のすべてを任せて日本を離れていって本当にいいものかとすごく悩みましたが、目先の苦労を分け合うよりももっと先を見据えて挑戦をしてきてほしいという母の後押しがあって投影を決断しました。幸運なことに高校側が私の歌唱技術を認めてくれて、奨学金をいただきながらイギリスでの生活はスタートしました。イギリスで生活した7年間の中では過酷なことも山ほどありましたが、それに勝るほどの楽しいことや嬉しいことをたくさん経験しました。そして大学卒業の年2011年、
友人からちょうど勧められていたのがミス・ユニバース・ジャパンでした。私の知っている違う文化の2つの故郷、違っていていいところがたくさんありました。私だからこそ発信できることをモットーに挑戦することを決めました。そしてトレーニングを経た後、北海道代表決定戦の前日、母から聞かされたのはとても複雑な事実でした。父の死です。49歳でした。家族を捨てて家を出て行ってから一度も会うどころか連絡を取ることなく8年近くが経過していました。私の人生においての決断という名の試練だったのかもしれません。父にバカにされ続けた自分のキャリアにおいてのステージを取るか、肉親である父の葬儀を取るか。次の日、私は本戦のステージに立っていました。すでに父には新しい家族がいたことへの配慮も大きくはありましたが、今の自分、その時の自分ができること、自分が前へ進めべきためにやるべきことを考えた結果出した答えです。いまだにその決断が正しかったかどうかは分かりません。ただ決断というのは正しいかどうかではなくて、自分が責任を持てるかどうかでするべきことだと私は考えています。私が心から賢治を愛しているように、これまで障害が悪いことだと考えたことは一度もありません。賢治が乗り越えている痛みや辛さは、苦難という言葉では表現しがたいほど壮絶なものです。できることであれば、自分が大切に思う人がそのように苦しむ姿というのは見たくはないですけれど、賢治が私に教えてくれた生きることへの感動はかけがえのないものです。障害者だから健常者だから、男性だから女性だから、子供だから大人だからという価値観ではない私の原点はそこから始まりました。今回私が歌手や女優としてではなくて、渡辺優香という一人の人間として皆様の前で自分を語ることは初めてのことです。人はみんないろいろなバックグラウンドを背負って日々懸命に生きています。皆様ご一緒に自分の当たり前という概念が無意識に周りの人たちを傷つけていないか、今一度考えてみませんか。必ずしも障害があるから不幸なわけではない。必ずしも年頃の女性だから結婚して子供が産めるわけではない。幸せそうに見えるからお父さんが立派なわけではないし、血がつながっているから分かり合えるわけではない。それぞれが人生を生きる上で当たり前や一般的といった概念を取り払ったなら、それが思いやりに発展して素敵な U&I につながっていく、そのように私は考えています。家族一丸となるどころか一心同体で生きてこなければ突き進んでは来られなかった母と賢治と私の3人家族ですが、時を経てそれもまた形を変える時が来ています。本来人はみんなそうであるように、それぞれの人生をそれぞれの決断によって縛られることなく自由に生きることを時がやっと許してくれているように私は感じています。それぞれの幸せに挑戦する上で失敗してもいい。ただただ時を満喫して疲れたり傷ついたら羽を休められる場所が家族、安心できる場所が家族、そんな家族になっていけたらいいなと私は思っています。そして私はこれからも私だからこそ歩める人生を100% 全力で生きていきたいと思っています。本日は皆様との新しい U&I、 素敵な出会いをいただけましたことを心より嬉しく思っております。最後に、私の声の40章と賢治の絵画を
感謝の気持ちとともにお送りいたします。Thank you for listening, ladies and gentlemen. I'll be singing Amazing Grace as a present for you with all of my heart. 皆様のこれからが幸せでありますように。Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. ありがとうございました。Thank you very much.